押し安値戻り高値をどのように特定するのか、基準がないと毎回違った判断をしてチャートを見てしまう、異なる目線付けをしてしまうという問題が発生することになりかねません。ではどうやってその基準付けをしていくのかという時に重要になるのが、ベースに押し安値戻り高値を探すということです。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、押し安値と戻り高値の客観的な見つけ方。押し安値戻り高値の定義や、なぜ重要なのかという点をはじめ、具体的にどうやって見つけるのかという特定方法、そして目線付けの方法までを徹底的に解説します。この動画を見ることで、目線付けの起点となる押し安値戻り高値を客観的にかつ機械的に見つけることができるようになります。押し安値戻り高値どこを見ていいのかわからないという方、買い目線、売り目線、どのように目線付けをしていくのか苦手だという方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。まずは押し安値と戻り高値とは何かという点から解説をしていきたいと思います。押し安値とは高値更新の起点となった安値のことを言います。ここに括弧書きで戻り高値をブレイクした後でというふうに書いてあるんですが、基本的には一つの時間軸の中で押し安値と戻り高値は共存しないということが前提になります。ですので、この戻り高値をブレイクした後でという条件の下で、この高値更新の起点となった安値を押し安値というふうに言います。例えば下の図を例にすると、ここの安値というのは、この高値をブレイクした起点の安値ということなので、押し安値ということになります。そしてその後相場の動きが進展し、ここの高値をブレイクするような動きが出た場合、押し安値の位置はここの位置からここの安値へと切り上がるという形になります。押し安値というのはこのように高値更新するたびに切り上がるというのが特徴です。一般的には最後の高値更新の起点となった安値を押し安値というふうに呼びます。例えばこの図で相場が今この点まで動いたというふうに仮定すると、最後の高値更新の起点となった安値というのはここになりますので、こちらが押し安値ということになります。ではここの安値についてはどうでしょうか。ここの安値からの反発というのは高値更新できていませんよね。なのでこの安値というのは高値更新に失敗した起点の安値ということになりますので、こういう安値は押し安値とはなりません。仮にこの後相場が進展して、このように直近のこの最高値ありますよね。ここをブレイクしたような展開になると、押し安値が初めてここからここのポイントへと切り上がるという形になります。こちらの高値をブレイクして新高値をつけた起点の安値ということで、ここが押し安値ということになります。戻り高値についても考え方は同じです。押し安値をブレイクした後でという条件の下で、安値更新の起点となった高値のことを戻り高値と呼びます。安値更新した起点の高値ということで戻り高値です。そしてここの安値をブレイクするような動きが出ると、今度は戻り高値がここのポイントからここのポイントに切り下がるということになります。それではここの高値はどうでしょうか。ここの高値というのは安値を更新できていませんよね。ですのでこういう高値は戻り高値とは呼ばないということになります。で、仮にこの後相場が動いて、ここの直近の安値をブレイクして新しい安値を作る動きが出た時に、ここの高値が戻り高値になるということになります。ここからここに戻り高値が切り下がるということですね。冒頭お伝えした同じ時間軸内で押し安値と戻り高値は共存しないという点についてなんですけども、これについてはもしかすると押し安値と戻り高値が共存するという見方をしている人もいるかもしれません。ただ共存しないという見方が一般的ですし、僕自身もそういうふうに見ていますので、この動画の中ではその前提で進めたいと思います。以上が押し安値と戻り高値の定義になるんですが、これだけだとちょっとイメージがつきにくいと思いますので、実際のチャートを使って解説をしていきたいと思います。今ドル円の日足を表示しています。タイムライン的には2022年の3月ぐらいからのデータを表示しているという状況です。このチャートを使ってですね、押し安値と戻り高値がどのように変化していったのかという点を説明していきたいと思います。チャートの左の部分から順を追って見ていきたいと思います。まずここの高値をブレイクする動きが出てますので、その起点となったここの安値を押し安値というふうにします。はい。そしてその後ですね、ここの高値をもう一回ブレイクする動きが出てますので、今度は押し安値がここからこの安値に切り上がることになります。次ですね、ここの高値もブレイクする動きになってますので、今度はここをブレイクした起点の安値ということで、ここですね、押し安値がここまで切り上がります。その後再びここの高値をブレイクする動きが出てますので、同じように押し安値がこのように切り上がります。そしてここの高値についてもブレイクされてますので、今度は押し安値がここの安値になります。
。今度はチャートの真ん中付近、この152円付近からの動きを見ていきたいと思うんですけども、当時ここに控えていたこの押し安値のラインをブレイクする動きが発生しました。ですので、それによって今度はここが戻り高値になるということになります。で、冒頭説明したように、戻り高値というのは押し安値をブレイクした後という条件の下で安値更新した起点の高値ということでしたよね。ですので、その定義に沿ってこれからの動きを見ていきたいと思います。まずこの152円からの下落が出た後ですね、今度はここの安値をブレイクする動きが出てますので、戻り高値がこの152円の少し手前からここの高値まで切り下がることになります。その後再びここの安値もブレイクされる動きが出てますので、同じようにして戻り高値がここからこのように切り下がるという形になります。そしてここの安値に関しても再び安値更新する動きが出てますので、戻り高値は今度はここになりますね。ここの安値をブレイクした起点の高値ということで、ここが戻り高値ということになります。今度はここからの動きを見ていきたいと思います。ここに控えている戻り高値をブレイクする動きが出ましたよね。ですので、冒頭の定義に戻ると、戻り高値をブレイクした後という条件で、ここの高値をブレイクした起点の安値ということで、ここが押し安値ということになります。はい、この安値ですね。ここが相場がこのポイントまで進展した時の押し安値ということになります。その後の動きを追っていきますと、今度ここの高値をブレイクする動きというのがこのように出ています。ですので、その動きに従って押し安値がここの安値まで切り上がるという形になります。次ですね、今度はここの高値がブレイクされてますので、その起点の安値であるこの安値まで再び押し安値が切り上がることになります。その後ですね、このように一旦反落の動きが出たことで、ここの押し安値をもう一回ブレイクする動きが出てますので、この時点で押し安値がブレイクされて、今度はここの高値が戻り高値になったということになります。で、反落した後ですね、すぐにまた反発の動きに転換しまして、戻り高値が再びブレイクされてますので、今度はこの戻り高値をブレイクした起点の安値、こちらが押し安値になったということになります。それでは次に押し安値と戻り高値はなぜ重要なのかという点についてお話をしていきたいと思います。で、これには2つありまして、1つ目が目線付けの起点になるという点、そして2つ目が反発反落の動きが出やすいという点です。で、1つ目の目線付けに関しては動画の後半で詳しく解説をしますので、ここでは2つ目の反発反落の動きが出やすいという点について詳しく触れていきたいと思います。押し安値と戻り高値というのは高値更新、安値更新の起点となったポイントでしたよね。つまり強い買いと売りが入ったポイントというふうに見ることができます。ここからどういう値動きの特徴が出てくるかというと、押し安値や戻り高値の近くまで価格が戻ってきた時には反発反落の動きが出やすいという点です。それがなぜかというと、押し安値の場合であれば、今このオレンジの丸で押し安値と戻り高値を表現してるんですが、押し安値の場合であれば、前回強い買いが入ってこのように高値を更新した起点の安値ということで、再び価格がこの付近まで下がってくると、この付近で再び新規の買いっていうのも入りやすいですし、一方でこの押し安値まで下げてくるところの動きに注目してみると、こういった下げの部分で売っている人たちというのは、価格が押し安値まで近づいてきた時に、前回強い買いが入ったポイントだという理由で、売り手の決済というのも入りやすいことになります。売り手の決済なので、つまり買いですよね。ですので、売り手の決済に伴って押し安値のところから反発する動きが出やすいということになります。また逆にですね、押し安値や戻り高値のように、直近で強い買いや売りが入ったポイントっていうのをブレイクされると、反対勢力である売りや買いの強さっていうのが証明されたことになりますので、目線が変わることになります。では、ここまでの話を実際のチャートを使って見ていきたいと思います。まず押し安値まで下がってくると再び反発するという例について紹介したいと思います。今、ユーロドルの冷やしを表示しています。2022年の10月以降の値動きを表示している状態です。例えばここのポイントを見てもらいたいんですけども、ここは当時押し安値だったポイントです。このように価格が押し安値のところまで戻ってきて、一時的に揉み合いを形成した後に再び反発して高値を更新する流れにつながっていることがわかると思います。それからチャートの右側のここの部分ですね。ここの部分も直近押し安値だったポイントなんですけども、ここに関しては押し安値をブレイクする流れになっています。つまり、ここからの買いの動きに対して、ここからの下げの動きの方が強かったということになりますので、押し安値をブレイクしたことで、下目線に転換したポイントというふうに見ることができます。ですので、押し安値まで価格が下がってきた時に考えないといけないことは2つです。1つは、押し安値のところから再び押し目買いの動きが入って、高値更新につながる流れとなるか。2つ目は、押し安値をブレイクして、下目線につながる動きとなるかどうかという点
点です。続いて戻り高値まで価格が戻ってくると再び反落する例について見ていきたいと思います。チャートは5ドル米ドルの日足を表示しています。2022年3月からのデータを表示している状態です。例えばここの戻り高値を見てもらいたいんですけども、安値更新した後に再び反発して戻り高値まで価格が戻ってきますが、再びここを起点にしてですね、反落して安値更新している動きになっていることがわかると思います。それからここの高値に関しても安値更新した起点の戻り高値として見ることができるわけなんですが、価格がここまで戻ってきた時に一旦反落するポイントとなっていることがわかると思います。はい。それからここの戻り高値についても同様ですね。安値更新した後に再び価格が反発して戻り高値まで戻ってきてますが、ここから再び反落してます。ただここに関しては一旦反落した後に再び反発の動きが出て戻り高値がブレイクされる形になっています。それからここの戻り高値に関しても安値更新した後に価格が戻ってくるんですが、この戻り高値のところから反落の動きが出ていることがわかると思います。それではここからは押し安値と戻り高値の見つけ方について解説をしていきます。動画の前半でお見せしたドル円の日足チャートを再び表示させています。このチャートを使ってですね、改めてどこが押し安値か戻り高値かを見ていきたいと思います。ここの部分の動きに注目をしてください。先ほど説明をした時にですね、ここの戻り高値をブレイクしたということで、今この赤の水平線で示した部分が押し安値ですというふうに説明をしたんですが、ここの戻り高値をブレイクした起点の安値というのはいっぱいありますね。ここも安値ですし、ここも安値ですし、ここも安値です。例えばこういった安値とか、こういった安値っていうのは押し安値ではないんですかっていうふうに疑問に思った方もいるかと思います。で、実はここが最大のポイントで、押し安値戻り高値をどのように特定するのか、基準がないと毎回違った判断をしてチャートを見てしまう、異なる目線付けをしてしまうという問題が発生することになりかねません。例えばある時はこちらを押し安値として見ていたんだけれども、別の時にはこちらを押し安値として見ていたというようなことです。ではどうやってその基準付けをしていくのかという時に重要になるのが、スイングハイローをベースに押し安値戻り高値を探すということです。スイングハイローというのは今こちらの図で示しているように左右一定の数のローソク足の高値安値と比較して一番高い高値、一番低い安値のことを指します。今この図の左の例で言うと真ん中のローソク足の高値というのは左のローソク足の高値よりも高く右側のローソク足の高値よりも高いのでこの真ん中のローソク足の高値がスイングハイということになります。この左右何本のローソク足を見てスイングハイローを決定するかというのはここ一ごとに異なります。スイングハイローに関しては過去に動画を作成していますので詳しい内容はそちらの方で説明をしています。合わせて参照してみてください。なぜスイングハイローが重要なのかというと、スイングハイローこそが市場参加者が注目する高値安値だからです。スイングハイローは大口投資家によって作られているため、その高値安値ベースで見ていけば大多数の市場参加者が見ている相場の流れに追随することができます。誰も注目していないような高値安値を押し安値や戻り高値として見てしまって、それらがブレイクされたということで目線の判断を誤ってしまうということを防ぐことにもつながります。ということでここではスイングハイローを使って押し安値と戻り高値を見ていきたいと思います。スイングハイローに関しては簡単に把握できるようにインジケーターを公開していますのでそれを使ってみてください。概要欄にリンクを貼ってあります。スイングハイローを表示する下準備として、まずインジケーターの設定画面を開いてもらってですね、ここの設定画面の一番上の項目のところに、スイングハイローを特定するための数値を設定します。で、この数字というのは先ほど紹介したように、スイングハイローを特定するために左右何本のローソク足と比較するかという数値です。だいたい3、4、6、10あたりの数値をよく使います。正解はないので自分に合ったものを探して使いましょう。今回は6を設定してみたいと思います。そうするとこのようにスイングハイローが出てくるので、あとはこれをベースに押し安値戻り高値を特定していけばいいわけです。はい。それではこのスイングハイとスイングローをベースにして、先ほどと同じように押し安値と戻り高値を特定していきたいと思います。まずチャートの左側の部分ですね。このスイングハイをブレイクした起点のスイングローということで、まずはここのスイングローが押し安値になったということになります。そして次はこのスイングハイをブレイクして、新しい高値を作った時のスイングローということで、ここが次の押し安値ということになります。そしてその後の動きに注目すると、ここの部分で一旦この押し安値を下にブレイクしてきてますので、この時点で一旦このスイングハイのところに戻り高値ができたことになります。そしてその後もう一回反発をして、今度戻り高値がブレイクされてますので、その時の起点のスイングローであったここのスイングローですね。ここが押し安値になるという形です。
はい。それからその後も高値更新が続いて、ここのスイングハイですね。ここができた時に、このスイングローが起点となってますので、押し安値がここのスイングローまで切り上がった形となります。はい。その後さらに高値更新をして、このスイングハイを作った時の起点というのがここのスイングローになりますので、ほぼ同じ位置なんですけども、ここのスイングローが新しい押し安値の位置になります。次の高値更新ではこの152円の手前まで行ったんですけども、その時のスイングロー、起点のスイングローというのがこちらにありますので、押し安値が再びこのように切り上がることになります。続いてチャートの真ん中のこの下落の部分の動きを見ていきたいと思うんですけども、当時の押し安値をブレイクする動きが出たことで、そのブレイクの起点となったこのスイングハイが戻り高値となります。その後ここのスイングローをブレイクする安値更新の動きが出たんですが、その起点のこの高値は今の基準で言うとスイングハイにはなってませんので、戻り高値の位置は引き続きこちらのスイングハイということになります。はい、次にこのスイングローがブレイクされた動きができた時のこの起点の高値がスイングハイになってますので、はい、この時に戻り高値がここからここに移動してくるということになります。はい。その後は同様の流れですね。ここのスイングローがブレイクされたことで、その起点となっているスイングハイのところに戻り高値が切り下がる形となります。続いてここの部分の反発の動きを見ていきたいと思うんですけども、ここの反発の動きが出たことで戻り高値がブレイクされました。ですので、このブレイクの起点となったスイングロー、こちらのスイングローですね。こちらが押し安値になります。動画の冒頭の説明では僕はここが押し安値というふうに説明をしたんですけども、今の基準付けでいくと、ここのスイングローが押し安値になるということですね。このようにスイングハイとスイングローを使うことで、押し安値と戻り高値を客観的にかつ機械的に特定できるということが分かっていただけると思います。それでは最後に目線付けの方法について解説をしていきたいと思います。まずはじめに、そもそも目線とは何ぞやというところを解説していきたいと思うんですが、目線とは、売り買いどちらが優勢になりやすいかを判断する境界線のことを言います。目線付けの方法自体は非常にシンプルです。今表示しているこの図に示している通り、押し安値より上は上目線。この上目線っていうのは買い目線っていうふうに言ってもいいです。そして戻り高値より下は下目線っていうふうに目線付けをするという方法です。つまり押し安値より上の領域は上目線としてみて、買いが優勢になりやすいエリア。で、戻り高値より下の部分は下目線としてみて、売りが優勢になりやすいエリアとして見るということです。少し前の部分で押し安値まで価格が下がった時に反発する例と、戻り高値まで戻ってから反落する例というのをお見せしましたが、この説明と符合していることが分かってもらえると思います。実は目線付けについてはこれの応用編という考え方もあるんですが、目線付けのことを初めて学んだという方や、まだまだ目線付けが苦手だという方は、まずはこの考え方をしっかりと理解されることをお勧めします。それではですね、実際にチャートを使いながら目線付けの方法について実演をしていきたいと思います。皆さんがチャートに向かって目線付けを行っていくときに必ず意識してもらいたいのが、常にマルチタイムフレームで把握していくということです。上目線か下目線かも一つの時間軸、1枚のチャートだけで把握しているようでは意味がありません。相場は月足、週足、日足、4時間足というように異なるタイムフレーム、時間軸が重なり合ってできています。目線付けは常に各時間軸ごとに行う必要があります。では今回はユーロドルのチャートを使って月足から4時間足までの目線付けをしていきたいと思います。はい、今ユーロドルのチャートに先ほどと同様にスイングハイとスイングローを表示している状態です。これを使ってですね、まず月足の目線付けからしていきたいと思います。で、月足は今戻り高値がここにある状態ですね。ここに水平線を1本引いておきたいと思います。で、まだですね、戻り高値と押し安値を見つけるのが苦手だという方は、チャートを少し長めのスパンで開いて、過去から高値と安値の動きを追っていくことをお勧めします。はい。例えば今の場合を例にとると、この99年あたりですね。この辺から少し動きを追ってみたいんですけれども、当時ここのスイングハイっていうのが戻り高値になってました。で、その後ですね、この反発の動きが出て戻り高値をブレイクしてますので、一旦ここのスイングローが押し安値になります。はい。で、その後高値更新が続いてますので、押し安値が一旦ここのスイングローに移動したわけなんですけども、今度ここの部分の動きですね。ここの部分の動きでこの押し安値がブレイクされてますので、一旦戻り高値がこちらに形成されます。はい。で、その後ですね、この2022年の動きになるんですが、この下落によって安値更新してますので、今現在は戻り高値がこの位置にあるということになります。続いて週足の方を見ていきたいと思います。週足はこの2020年あたりから見ていくと分かりやすいかなと思います。ここのスイングハイをブレイクした後にですね、このように上昇トレンドが発生して、高値更新をしたこちらのスイングローが押し安値として控えていたんですが、この2021年序盤からのこの下落によって、ここの押し安値がブレイクされています。そしてこの下落で安値
更新した最後のスイングハイはどこかというと、今ここのスイングハイになりますので、週足レベルで見ると、このスイングハイが戻り高値ということになります。繰り返しますが、ここを戻り高値として見るのは一つの見方でしかないということです。今はこのスイングハイローの設定のところで、ここを6としてスイングハイローを見ていますが、例えばここを4という風に数字を変えると、こちらもスイングハイとして認識されることになります。トレーダーの中には、このスイングハイやこのスイングハイを戻り高値として見て、すでにブレイクされているから、ユーロドルの週足は上目線として見ている人もいるということです。大事なのは、唯一絶対の解を探そうとするのではなくて、自分なりの考え、ロジックを持って同じ基準で相場を見続けるということです。週足の目線付けが終わったので、次は日足を見ていきたいと思います。日足については、ここの上昇の動きで高値をブレイクしたので、ここが押し安値として形成されていたんですけども、最後のこの下落の部分で押し安値がブレイクされていますので、その起点となったスイングハイである、ここのポイントが今日足の戻り高値ということになります。はい。最後4時間足ですね。4時間足は分かりやすいかと思います。このチャートの真ん中付近から下降トレンドが続いている状態です。そして最後の安値更新となったポイントがここですので、その起点となったスイングハイということで、ここが今4時間足の戻り高値ということになります。4時間足まで目線付けが終わりましたので、一旦チャートの縮尺をこのように変えて全体を俯瞰してみますと、はい。月足レベルではここから下が下目線。で、週足レベルだとここから下が下目線。で、日足レベルだとここから下が下目線という形ですね。はい。そして4時間足の戻り高値もここにありますので、このチャートでは今4時間足から月足まで全て下目線であるということがわかると思います。はい。ですので、仮にこのポイントからユーロドルが反発してきたとしても、この日足の戻り高値が控えているこの付近まで上がってくると、この辺りから再び反落する可能性が出てくるということですね。はい。それからこの日足の戻り高値をブレイクすると、日足が上目線に転換することになりますが、その場合は週足の戻り高値というのがこの水準に控えてますので、将来的に週足の戻り高値近くまでユーロドルが上昇するような局面が出た場合は、この付近になってくると今度は週足レベルでの売りが入ってくる可能性が考えられるということです。こういう目線付けチャートが自分で作れるようになれば、もう目線付けで悩めませんし、これが客観的にチャートを見ていくための第一歩になります。目線付けの方法を初めて学んだという方、まだまだ目線付けに苦手意識があるという方は、今回の動画の内容を元にして練習してみてください。それでは今回の動画のまとめです。今回は押し安値戻り高値を客観的に見つける方法というテーマでお話をしてきました。押し安値戻り高値とは、高値更新した起点の安値、安値更新した起点の高値、押し安値戻り高値が重要な理由として、一つ目に高値更新や安値更新につながった大きな買いや売りが入ったポイントであるため、価格が戻ってきた時の反発反落の起点になりやすいという点。二つ目として、押し安値戻り高値がブレイクされると目線が変わるという点。押し安値戻り高値の見つけ方としては、スイングハイ、スイングローで把握すべきということ。唯一絶対の解はないので、自分なりの考えとルールを持って、一貫性を持って相場を見ることが重要という話をしました。最後、目線付けの方法として、押し安値戻り高値をベースに、マルチタイムフレームで目線付けが必要であるという点。目線付けチャートを作れるようになることが、相場を客観的に見られるようになるための第一歩であるという話をしてきました。ぜひ動画の内容を参考にですね、目線付けの訓練をしてみてください。また今回の動画に関連して合わせて視聴していただきたい動画はこちらです。動画の中でも紹介したスイングハイとスイングローについて詳しく解説した動画になります。また合わせて損切り注文に便乗したトレード手法についても基礎から徹底解説しています。また押し安値と戻り高値をベースに相場の調整局面を見分ける方法についてもこちらの動画で解説しています。合わせて視聴していただくことでより理解が深まると思います。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。